今日は日本の政治のお話をいたします。今年は大きな政治の転換点になる可能性があります。というのは、夏に都議会選挙と参議院選挙が行われます。この2つが同じ年に行われるというのは、12年に1回なんですね。そしてその結果というのは非常に大きな意味を持ってくるわけです。で、そういう中で、昨年の都知事選挙で大躍進しました石丸伸二さんが新しい政党を作った。これで都議会選挙に乗り込むんだということで、既成の政党は戦々恐々という状況で、さあどうなるかと。今日はこの問題をお話ししてみたいと思います。で、今の都議会の主要勢力見てみますと、第一党が自民党なんですね。そして小池百合子都知事の都民ファーストの会、それから公明党、共産党、立憲民主党と、大きな5つの政党はこういう勢力図であって、その他いくつか政党があります。そして、小池知事と対決しているか連携しているかというようなことがあるんですけれども、そういう中で国民民主党と維新っていうのはいないんですね。で、石丸新党が今回できるということがどういうこの波紋をもたらすかということが今日の課題であるわけですね。で、選挙っていうのはこれはやってみないと分かんないんで、昨年の都知事選挙でも、小池さんが当選しましたけど、2位誰がなるかって蓮舫さんじゃないかって言ったら、それを超えて石丸さんがなったと。そしてこれは SNS の力が大きかったと。こういうことであるわけですね。そこで、石丸さんがですね、この1月の15日に新しい政党を作るということで立ち上げた政党があります。それは再生の道と、再生、リバースって英語で言いますけど、再び生きる再生の道という新党を立ち上げると。じゃあその新党っていうのはどういう政策なのか、どういう特色があるのかと。これは石丸さんが記者会見を開いて説明をいたしましたけれども、もうその政治家が長いこと議員続けるってのはやめようっていうことで、任期は2期8年に限るということなんですね。これについてはそれはもう新陳代謝いいかもしれないんですけど、ただ私も政治家としての経験から言うと、やっぱりある程度経験積まないと分かんない。本だけ読んでて分かるわけじゃないですから、実践ですから、議員としていろんな経験を積んでいく。その中で政治家として成長していってトップに立てるわけです。だからその下積みが2期8年間でできるかっていうと、ちょっと私は無理じゃないかなと。せっかく8年一生懸命頑張って今からだっていう時にもうやめちゃうっていうことになるともったいないんですね。というよりも、政治という世界における人材が枯渇してしまう、経験のない素人ばっかりになっちゃうと。こういう問題どうするか。で、政治家が素人ばっかりになった時に問題は役人が威張るわけです。官僚が支配することになる。政治家が大臣になれるぐらいの力を持つってことは何を意味するかって言ったら、官僚を押さえつける能力があるってことなんです。役人から見ると、いやあの先生はもう安全保障の専門家だと。いや須田先生はもう介護とか医療の専門家だと。これはかなわないって言って言うことを聞くわけです。ところが、なんだあんな若造の素人何にも分かってない、じゃあ騙しちゃえっていうような形でやってきますから、役人よりもよく知ってて経験があって能力ないと官僚機構を抑えることはできません。私はだからこの2期8年っていうのは
格好はいいけれどもマイナスの方が多いと思っております。それからですね、公約、一番政党にとって大事なのは政策なんですよ。日米安全保障条約どうするのかと、それから介護や医療をどうするのかと、政策なんですね。なんで自民党と立憲民主党と国民民主党と共産党と公明党と維新とかいっぱいあるかっていう、全部それぞれ独自の政策を出してるからあるんです。政策同じなら政党いらないです。ところがないんですよ、公約が。候補者が勝手に作れって言ってるんで、それ政党なんですかと。既存の政党で言うと、共産党の人、自民党の人、立憲民主党の人、維新の人、何でもいいから全部入って一つ作れって言って、そんなのはありえない。政策ってのは、これが政党の命なんです。政党の命は政策なんです。で、皆さんが投票するときに、それはこの候補者良さそうだなってのもあるけども、基本は政策なんですよね。例えば103万円の壁破ってくれって、じゃあ国民民主に入れようと。いや、そのままでいいよという人はどうするか。そういう政策に基づいて判断をするわけですから。だから、勝手に候補者決めればいいんだよ、政策はっていうのは、これはちょっと政党じゃないと思って。これは大問題だと思います。それから、石丸伸二さんご自身立候補しないんですよ。で、これはね、例えばすでに国会議員だから、都議会議員は他の人出ると。これはわかりますよ。しかし今本人は公職についてないわけですよ。そして都議会選挙で新しい政党を立ち上げるというのならば、自分が出なきゃ、自分が旗って出てやるということが必要なんで、やっぱり新しい政党を作った人が先頭で戦うということでその政党が伸びる。いや、公募して政策も自由でいいからやって選挙で頑張ってで、僕は出ないよ。これは政治家としてあまりにも無責任です。私は自分も新党改革という新党を作りました。で、私自身はすでに国会議員でしたから、新党改革の国会議員。しかし、全ての選挙区に応援に入って、そして自分の仲間を応援した。だから新党を作るってものすごく大変なんで、政策もしっかり作らないと。政策集だけで一冊の本になりましたから。そして必要な資金も集めないといけない。それで優秀な人材を集めて、そして立候補させて全力で応援すると。しかしそれでもやっぱり既成の政党に対して戦うっていうのは非常に大変でしたね。当時は SNS がありませんですから、小さな政党が戦う時の手段ってね、SNS ってね、非常に有効だと思います。で、昨年の都知事選挙で石丸さんが大躍進したのも SNS のおかげなんです。で、兵庫県知事選挙で、斉藤知事が再選されたのもこれも SNS のおかげなんで、 SNS は侮れない。しかし石丸さんのこの再生の道という新しい新党について、今申し上げたような中身について言うと、私はこれはどうなのかなと、政党として意味があるのかなと。で、そういうことをまともに考えれば、私は何が起こるか分かりませんけれども、東京都議会選挙で石丸新党が台風の目になることはほぼない。せいぜい取って10議席ぐらいじゃないかというふうに思いますんで、昨年の都知事選挙とは違います。都知事選挙は一人が出て、私個人が出る、あなたが出る。個人、じゃあ石丸さん好きだっつったらそれだけでいいんですよ。極端に言ったら政策無視しちゃいけないんですけども、政策よりも個人って、蓮舫さんよりも石丸さんのがいいな、小池さんのがいいな、どっちがいいな。やっぱり都知事選挙っていうのは候補者個人の戦いなんですね。政党というよりも。だからいかに政党の政策良くても候補者がダメだったらダメなんですよ。で、その逆言ったのが石丸さんだったんです。昨年の都知事選挙は。今回は都会議員選挙でそれぞれ
いい候補者も出ると思いますけれども、しかし親分が出てこない、そして政策も何か分かんない、そういうことで戦えるんでしょうかということなんです。で、私はだから大きなインパクトを与えないと思ってます。そこで、世論調査、これは直近の朝日新聞の調査なんですけども、石丸信徒に期待するってのは全体では 36% で期待しないの方が多いんですね。しかし SNS を重視する方は期待するが51、期待しないが42。これを見ると、いかに政策がめちゃくちゃであったってある程度伸びるっていう可能性はあると思います。しかし私は選挙っていうのはそんなに生優しいものではないというふうに思ってますし、 SNS がこの全力を持つっていうか、SNS がですね全てを決するようなそういうことはないだろうというふうに思っております。